不動産屋さんの怪談です。これは新宿区で不動産会社にお勤めの男性の方からいただいたお話です。その方を仮に今井さんとお呼びします。今から10年ほど前、今井さんは仕事が終わるとよく神楽坂で飲んでいたそうです。当時今井さんのご自宅は文京区の茗荷谷にありました。そこで神楽坂から茗荷谷にタクシーで帰るときは2つのルートがあるということでした。私は東京で運転しないのでよくわかりませんが、飯田橋から後楽園を回るか、江戸川橋から五国寺を回るのが一般的なタクシールートだそうですね。ただ今井さん曰く、タクシー運転手さんでもあまり知られていないもう一つの裏道ルートがあるということでした。それは赤城下町から丸ノ内線のガード下をくぐり茗荷谷に出るルートでした。そのルートだと時間も距離も短縮になり、500円ぐらい料金が安くなるそうで、今井さんはタクシーを使うときは常にその赤城下ルートを使って帰宅していたそうです。でも今井さんにとってそのルートを通るのが決して 100% 良いわけではありませんでした。実はそこには3カ所、あまり通りたくない嫌な場所があったのです。その1カ所目は途中にある交差点の入り口付近、2カ所目は地上に出る丸ノ内線の線路沿い一帯、3カ所目はそれに続く墓地だったそうです。それらは負のエネルギーが充満しているような不気味なところで、今井さんはいつもタクシーに早く通り過ぎてくれと思ったそうです。さて、そんな通りたくない箇所が3箇所もあるにもかかわらず、なぜかある初夏の日、油断したのか今井さんは健康のためその赤城下ルートを歩いて帰ろうと安易に思いました。深夜ですから、東京でも都心の道はほとんど通行人はなく、怖いというよりある意味気楽で気持ちの良い初夏の風にあたり、今井さんは最初鼻歌を歌いながら歩いていました。まず首都高速の下を通り神田川も渡り、そして旧目白通りに出たそうです。するとだんだん例の通りたくない1カ所目のあの交差点が近づいてきたそうで、いつの間にか今井さんの鼻歌も止まっていました。その辺りに来ると一気に暗くなり、その交差点の角には今にも朽ち果てそうな古い交番がありました。交番には警官はいつもいなかったそうで、実際に前を歩くとこの辺から空気に違和感があることが分かりました。今井さんはそのまま交差点の信号を渡り、変則的十字路なので少し右にそれる感じで直進の細い道に入っていきました。そこからが通りたくない2カ所目の関門、丸ノ内線線路沿いでした。左側は線路の高架が続き、高い塀で覆われていたそうです。右側は樹木が森のように続くため、街灯があるにもかかわらず、辺りは真っ暗で異空間のようでした。いつもタクシーの中から見る暗闇の景色でしたが、実際に歩いてみると、今井さんは背筋がゾクッとしたそうです。今更ながらこの道を歩いて帰ろうと思ったことを後悔しました。でも怖いと思うともっと怖くなるので、気にしないようにしてそのまま進み、道はカーブに差し掛かっていきました。すると目の前に短いトンネルが見え始めたそうです。あのトンネルを抜けて3カ所目の関門の墓地を過ぎれば、もう春日通りだから怖いところはないと今井さんは自分に言い聞かせました。そして今井さんがちょうどそのトンネルの手前に来た時でした。突然どこからかパチンパチンと何かが壁にぶつかる音が聞こえてきました。今井さんは何の音だろうとふと思ったのですが、そのパチンパチンという音はずっと同じ一定のリズムでトンネル内に反響しているのが分かりました。ただどこかで聞き覚えのあるような音でした。
するとタクシーからでは気がつかなかったのですが、そのトンネルの途中に左にそれる細い道がありました。あれ、こんなところに左に曲がる道があったのか。そう思うと今井さんはその左にそれる道に異様な何かの気配を感じたそうです。それと同時に急に全身鳥肌が立つような寒気がし、次の瞬間今井さんはハッとしました。その左の道から突然白い着物を着た人たちが現れたのです。それは見たこともない、まるで侍のざんばら髪のような頭をした人で、何人も何人も音もなく出てきたのです。よく見るとその白装束は血のようなもので汚れていました。唖然として見ていた今井さんは次の瞬間驚愕したそうです。その人たちは全員下半身がありませんでした。上半身だけで下は透けていて、まるで浮遊しているかのようにスーッとトンネル内に向かってきたのです。そして近づいてくるその集団の周りには毛筆で書かれたような崩れた金文字がいくつも見えました。それらの金文字はまるで呪文か何かで彼らを封じ込めるために書かれた文字のようでした。あまりの恐ろしさに今井さんはこの場から逃げ出そうとしたのですが、体が動かず声も出ませんでした。その間も彼らは皆視点の合わないような目で下を向いて浮遊し、解読不可能な金文字が彼らを取り囲んでいました。その時今井さんには彼らのいるそこだけがまるで時空が違うように見えたということでした。恐怖が頂点でしたが、今井さんは本能的に手を合わせて必死にお経を唱えていたそうです。南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏。するとなんとか足が動くようになっていきました。そこで今井さんは自分の足元だけを見て全速力でその集団の横を走り抜け、振り返ることなく墓地も通り越し、坂を登って春日通りまで一気に駆け抜けたということでした。今井さんの背中は汗ぐっしょりだったそうです。しばらくしてやっと息が整い、冷静さを取り戻した今井さんは、あれは幻覚だったのかと自分が見たものが信じられませんでした。結局その後二度と今井さんはタクシーでもこの赤城下ルートを使わなくなったそうです。ただこの夜の恐ろしい体験が今井さんは頭から離れずトラウマのようになってしまいました。でもしばらくしてこの怪奇現象には何かしらの原因があるのではと思ったそうです。そこで今井さんは不動産屋の調査網を生かして独自で調べてみました。するといろいろなことが分かってきたそうです。まず丸ノ内線の高架の上には茗荷谷の駅があり、車両の引き込み線もありました。そこには地下鉄職員の宿泊施設があったのですが、実はそこで職員が自ら命を絶った事件が昔何度かあったのだそうです。そしてあの短いトンネル内では小学校低学年の少年がトンネルの壁にボールを当てて拾うという野球の練習を一人でしていたそうで、外れたボールを追いかけた時、車にはねられて少年は死亡しました。今井さんはそれを知って気がつきました。あのトンネル内のパチンパチンという音はボールを壁に当てた時の音だったのかと思ったそうです。またあの白装束のざんばら髪の集団ですが、興味深い事実が分かりました。あのトンネルの周辺は江戸時代にキリシタン屋敷がいくつか点在していたそうで、そのキリシタンをひどく暴行した場所が7カ所もあるということでした。おそらくはその暴行により命をなくした人たちの残留思念があの地に残ったままだったのかもしれません。そして怪奇現象と関係あるかは不明ですが、
あの交番近くの交差点の入り口近辺に徳川慶喜の終焉の地もあることが分かりました。ところであの謎の金文字ですが、私が詳しい方に聞いたところ、その方の見解ですが、おそらくそれらは仏教の梵字で、守護霊などが今井さんを霊から守るために放ったお経の文字列だったのではとのことでした。ですからそれらが見えていた今井さんはかなり勘の鋭い方だということです。このお話を伺って単に怪奇現象を怖がるのではなく、その土地の持つ歴史や周辺の事件などを調べることも時には大事だと感じました。その地で非業の死を遂げた人の存在を知り、それが浮かばれない霊への供養のきっかけになるのではと思いました。ただ残念ながら怪奇現象の正体が分かっても今井さんのトラウマは残り、時々白装束の集団が今でも夢に現れるそうです。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録といいねボタンをお願いします。